どうも WeK チャンネルのケイスケです。前回は足の角パイプの切断をお届けしました。今回は足の組み立てに取り掛かりたいと思います。それでは早速参りましょう。第40回平屋住宅をフルセルフリノベーション、高級座卓をダイニングテーブルにリメイク、足製作編にやっていきたいと思います。よろしくお願いします。足は溶接で組み立てます。全住人の残地物である分厚い鉄板が役に立つ時が来ました。溶接箇所の塗装をカップブラシで除去しています。ここの角度が95度になるように調整して仮溶接します。全部重ねれば一気に完成すると思ったのですが、切断角度がぴったり 47.5 度ではないため、1セットずつ仮溶接する必要がありました。1セットできました。残りも同じように仮溶接します。はい、できました。4セットぴったり重なりました。中央の部品は V 字部分の塗装を除去しておきます。これに先ほどの足を組み合わせます。先ほど仮溶接した溶接の飛び出した部分は削っておきましょう。マグネットホルダーを使って位置決めします。V 字部分と足を仮溶接します。足の裏側も仮溶接します。V 字部分の表側も仮溶接します。水平も見て微調整しましょう。それでは本溶接をやっていきます。ちなみに溶接は半自動溶接機を使っています。ミグ溶接機とも呼ばれます。ワイヤーはノンガスのフラックスワイヤー 0.8mm を使います。溶接は下向きが一番やりやすいので、足の姿勢を都度変えて溶接します。一箇所を集中して溶接すると熱歪みを起こしやすいので、一つのラインを溶接したら他のラインを溶接という感じで進めます。
本溶接完了しました。あまり上手ではありませんが、まあ大丈夫でしょう。次は足の先端にキャップを溶接します。ガタつきが出ないように足を立てた状態でキャップを下に置いて仮溶接します。キャップの溶接は器具溶接機を使って行います。こんな感じで仮溶接されています。次は本溶接です。ティグ溶接は右溶接とは違ってワイヤーは左手に持って供給します。今回はあまりワイヤーは必要なく、肉盛りが必要な箇所だけ使用しています。キャップの本溶接完了です。次はキャップ部分の仕上げ加工を行います。溶接の凹凸を少し粗めのディスクで大まかに削ります。次に目の細かいディスクに交換します。ディスクの交換時は必ずコンセントを抜いて行いましょう。誤って交換時にスイッチが入ってしまうととんでもないことになります。面をきれいに出すことを意識して削っていきます。この砥石は目が細かいので光沢が出るくらいに仕上がります。溶接痕がきれいになりました。あとは手やすりで仕上げを行います。この角パイプの R を再現することと、蓋の部分に R を持たせます。良い感じに仕上がりました。他の溶接箇所も削って処理していきます。
良い感じに仕上がりました。あとはカップブラシで清掃、プレソルベントで脱脂して錆止めスプレーを塗ります。塗料の飛散を勇者の盾を使って防ぎます。勇者の盾の有効活用方法についてはこちらの動画をご覧ください。最後は塗装をやっていきます。全体を軽くペーパー掛けして足付けします。次に脱脂を行います。塗装はラッカースプレーの艶消しブラックを使います。裏側を塗ってその後ひっくり返して表側を塗ろうと思います。動画を撮り忘れましたが、足の蓋4箇所に M5 のタップを立てて長めのネジを取り付けます。で、これをひっくり返すと足を地面から浮かせて塗装することができます。残った天面部分を脱脂して塗装します。塗装完了しました。塗りたてなので少しツヤがありますが、乾燥するとツヤ消しになります。次回はいよいよ天板の加工をやっていきたいと思います。お楽しみに。チャンネル登録、高評価、感想やアドバイスなどコメントよろしくお願いします。